こんにちは。 BMSG 代表取締役 CEO のスカイハイこと日高光弘です。BMSG はですね、日本の音楽業界、そして芸能界を少しでも健全に成長させていこうという会社でございます。自分自身もですね、経営者としても5年目なのですが、プロデューサー、それからアーティストとしても現役バリバリでやっているものでございまして、さまざまな形でなんでしょうね、ヒップホップアンダーグラウンドカルチャーもそうですし、アイドルカルチャーもそうですし、ロックカルチャー、ロックフェス、インディー、メジャー、さまざまな形で音楽業界に触れてきて、皆様の助けのおかげ、さまざまな縁と恩のおかげで今こうやって生きながらえているわけなんですが、そういった今まで自分が受けてきた恩をですね、少しでも還元していきたいという思いがございます。BMSG はですね、そうして起業してからこの5年で、わずか5年の間でおよそありえないほどの成功を収めることができました。全てはですね、全アーティスト、社員、スタッフ、そういった皆様の努力、そしてそこから生まれたファンの皆様の熱意、そして今これをご覧になってくださっている皆様のような関係各社様のご協力があってこそのことなのですが、何のためにここまでアクションをし続けているのかというと、一言で言えばもうズバリこのためでございます。ドン。才能を殺さないために。こちらですね、日本のエンターテインメントっていうのは特殊な形で変遷を続けてきたんですが、ご存知の方も少なくはないと思うんですが、ビジネス面においても、それから倫理道徳社会観念みたいなところにおいてもなかなか健全とは言い難い形で開催してしまっているのが現状でございます。あまたの問題を抱えているって言っても過言ではないじゃないというふうに思っております。そういった形で音楽業界の未来に向けた視点、アーティストやアイドル、もしくはそれを志す方々の幸せ、そういったところにはなかなか目を向けられていない、進んでこれていないっていうのが実情でありました。だからこそ私のような人間が起こしたスタートアップの芸能事務所である BMSG がこの5年の間に多くの成功を収められたとも言えるのですが、ここら辺の話はですね、昨年のこの G&G の動画の方でお話ししておりまして、音楽業界の未来の話、 CD ビジネス育成、グローバルへどう展開していくのか、そういったビジョンに関してもお話ししてますので、もしお時間が許す方は、URL からご覧になられていただけたら嬉しいです。そして、その昨年での G&G では BMSG の今までとこれからお話しするにあたって、ベース、マスアピール、サステナブル、グローイング、この4つのトピックからお話をさせていただいたのですが、今年はこちら、ドン、グローイングに焦点を当てた形でお話をさせていただければと思います。そしてその前提にもなるのですが、まず何が成長したかといえばですね、さっきもちょろっとお話に上がりましたが BMSG5 周年をこの度迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。5年ですからね、なかなかなもんですよ。生まれたばっかりの子がクレヨンしんちゃんくらいまで育つわけですからね。この例えがね正しかったかどうかわかんないんですがとにかく、本当に一瞬のようで永遠のような、短く長く濃い、そして、愛に満ちて、幸せや苦悩にあふれた、そんな5年間を収められました。これ以上ないほどの成功と成長を収めたとも言えると思うんですが、この記念すべき5周年、ここをですね、ロゴもね BMSG、 普段はこれですね、インフィニティのこの S を横にしてインフィニティの形にしてるんですが、これが立ち上がりまして5になりました。5周年記念ロゴという形で BMSG、 ちょっと折に触れね、このロゴを出していこうかなと思っているんですが、この5年、BMSG が何をどう成長させてきたのか、そしてこれからどう成長させていきたいのか、大きくトピックも5つに分けて言ってみればですね、グロース、 S に見立てていただければと思うんですがグロースということで5つの成長事項に関してお話しさせていただければと思います。すべてはですね、これ全てのキーテーマになるんですが、 BMSG の音楽を成長させるっていうのが一つ、並びに音楽業界そのものを成長させていきたい。音楽業界そのものもそうですし、そこを志す全ての方々、そこを応援している全ての方々、ファン、リスナー、ユーザー、関係各社全て、ひいては日本経済そのものまで成長させていこう、それがエンターテインメント企業のあるべき姿なのではというふうに思っております。では早速始めましょう。グロース、一つ目の成長はこちらです。ダダダダン。
ラストピースに関しまして、ラストピースっていうのはですね、BMSG、起業して間もない頃、ザ・ファーストというオーディションプログラムを行いまして、そのオーディションおよび育成プログラムにおいて BE:FIRST というグループを創出したのですが、BMSG の中でも最も力を入れていると言っても過言じゃないのが、この育成という大事なトピックに関してものすごく注力しておりまして、BMSG という会社および自分にとって若い才能に対してどう接していくのか、どういうふうに導いていくのか、そういったものの集大成がここになるので、会社としても進化が問われるのがこのラストピースかなというふうに思っております。さて、ここで改めてね、この BMSG のトレーニー、いわゆる練習生の方々にまつわる育成制度に関してお話しさせていただければと思います。システマティックをダイアロジックに、つまり言われたことを完璧にできる子を育てましょうではなくて、アーティストなので自分でものをこう生み出していく、感情を表現していく、そして人々の人生に携わっていく、そういった職業なので、新しい正解を作り出せる人間になっていこう。言われた答えを覚えたものを完璧にやるではなくて、新しい正解を自分で考えて表現して作り出していける人になっていこうというのがこのシステマティックではなくダイアロジック。そしてもう一つ、アマチュアではなくプリペアド。いわゆるプロには満たないという意味でのアマチュアではなく、プロと並んで、これ写真ねちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、 BMSG フェスっていう催しを毎年やってるんですが、そこではプロのアーティストと並んで彼らも一緒にパフォーマンスをします。コラボ楽曲などもふんだんにやってるので、まさしく同じ楽曲で同じステージに立って同じ小説を歌うこともあると。そういった時にしっかりとなんかこうデビュー前だから仕方ないよっていうのはやっぱりあまり許されたくないなというふうに思うので、プリペアドである、全く遜色はない。ただその方がデビューするための最適なタイミングを今待っている段階、そういったふうに捉えて育成をしていきたいなというのがございます。そしてもう一つ、 AI ではなくヒューメインネス。これとても大事なことなんですが、アーティストというのは人間なんですね。音楽を作り出す機械ではないので、彼ら全ての彼らにはですね、彼ら自身の人生があるし、彼ら自身が考えて歩いて生きていかなければならないので、特にアーティストは本当にもう社会との接点がすごく多いので、いろんな企業様とも仕事しますし、いろんな大人とも仕事しますし、ことライブだってなったらもう本当年下もいかない子から後期高齢者の方まで自分のことを応援してくれる、自分の人生に触れてくれる存在になる可能性がある、そういうものを秘めてるのがアーティストという職業なので、社会のことをしっかり学んでいきましょうよ。まずは夏休みの宿題をしっかりやるところからだねということで、夏期講習を行ったりだとか夏期講習を行ったりだとか、ジェンダー論講習を専門家の方を招いて行ったりだとか、デビューアーティストに関してはマネーリテラシー、金銭関係で本当に人生ダメにしちゃう人も少なくないので、マネーリテラシー講座であったりとか、全てねこういったところは学んだ結果、その人がどうしていくかっていうことが大事ではあるんですが、せめてそれを学べる環境、学べる意欲を育てる環境、そういったものを作っていくのが、若い才能を預かる立場として必要なことなのではと思っており、起業間もなくから力を入れてきたのがこういったこの育成システムでございます。そしてその育成システムの象徴になるのがここにいらっしゃる3人ですね。ルイ、大輝、カノンという3人でございます。長い方ではもう4年ですか。そしてカノンは高校卒業と、高校1年生の段階から BMSG とずっと関わってくださって、契約したのも高校1年生の段階でしたので、本当にまるっと青春時代を一緒に過ごしてきた仲間でございます。かけねなしにどう考えてもアーティストとしても人間としても本当に素晴らしい、彼らみたいな人と出会えたことがもう自分の人生のもう誇りですし宝ですし、スカイハイさん生まれてきた意味あるんですかねって言われたら、いやいや俺あれもこれもとか言いたくなりますけど、一番はやっぱり、彼らのような方々と出会えて、ここまで一緒に歩いてこれたということなんじゃないかなというふうに思います。プリペアドっていう意味ではアーティストとして、それぞれが楽曲を作ってリリースしたりとかいうこともすでに行っていますし、トレーニーショーケースという形でみんなでライブをしたり回ったりっていうこともしてるんですが、最近ちょっと一風変わったプリペアドなこともありました。ドン
ゲート・オン・ザ・ホライズンというドラマの主演を3人で務めております。トリプル主演というやつですね。堤幸彦監督のドラマでですね、才能を殺さないためにとか日本の芸能とかいう話をする上でやっぱ一つ欠かせないなと思うのは、日本のドラマ制作みたいなものって平成でものすごく全アジアに影響力を持っていたと思うんですよね。そしてそのポテンシャルっていうのは未だずっとこう残っている可能性を内包したままこの令和の中に生きているとも思っておりまして、あの頃のドラマのような熱さをみたいなことをこう思って、堤幸彦監督みたいな人いないかなと思っていたら堤幸彦監督と出会えたということでこの度堤幸彦監督作品「ゲート・オン・ザ・ホライズン」に瑠衣大輝香音、この3人がトリプル主演という形で出演させていただいておりますので、 FOD にて、放送配信行いますので、何卒ご覧ください。話をラストピースに戻しましょう。ラストピースこういった物語です。ドン。やっとついに来たぜ。発表させてくれ。 BMSC3 つ目のボーイズグループを作るためのオーディションを含むそのプログラムが始まります。プログラム名はザ・ラストピース。BM ときてこのまるっと第1期の BMSC の最後のピースを埋めるって意味でもそうだし、今まで頑張ってきた3人に対しての最後のピースって意味でもそうだし、3人それぞれもデビューに向けて最後のピースを自分自身の中で見つける時が来たと思っています。ザ・ラストピース応援してください。これちょっと言うとやばいですねティザーを見るだけでね、自分としてはもう彼らと過ごした日々が本当に走馬灯のように蘇ってくるので、冷静に語ることができないくらいなんですが、もともとはBE:FIRST を輩出したTHEFIRST、それからマーゼルを輩出したミッションといったプログラムに参加してくれていたのが彼ら3人でして、そこでその BE:FIRST やマーゼルのメンバーになるという形にはならなかったんですが、 BMSG のトレーニーとしてここまで一緒に過ごしてまいりました。本当に尊い時間、それ自体も尊い時間であったのは間違いないんですが、ここで改めて世の中に出るための最後のピースを自分たちで掴み取ろう、見つけ出そうという旅に3人がこれから出ます。並びにまだ世の中には出会えていないだけの才能があるのではないのか、もしくはトレーニーとして今までずっと頑張ってくれていた方々はこの3人の他にもたくさんいたりはしますので、改めて合同のオーディション形式を取らせていただいて最終メンバーを決定すると。ちなみに瑠衣大輝香音の3人ではですね、本人たちの申し出がありまして、免除なし、書類審査の次の二次審査からちゃんと同じ土俵で受けたいというのを本人たちからの申し出がありまして、二次審査から彼らも参加いたします。ラストピースだけでなく BMSG がオーディションおよび育成プログラムを行う時っていうのは基本的に必要であるからやるということが多いです。THEFIRST の時のテーマはそのまま会社のミッションでもあるんですが、才能を殺さないためにどうしても日本の芸能で歌って踊ってっていうので活躍しようとなるとこういう形じゃないといけない、アイドルっていうのはこうでなくてはいけない、アイドルではないんだったらアーティストだね、じゃあこうではなくてはいけないみたいなものがあまりにもですね出口の数が決まりきってしまっていて、なので必要だと思って行ったのがTHEFIRST。それこそね才能はある、もう日本なんてこの全国にダンススクールがあってインフラも整ってるんで、世界のさまざまなアーティストのライブなんてもう2クリックくらいで見れるわけですよね。でナレッジもふんだんにあるし、夜の治安が良いっていうのもあるので子供が習い事するのにも適していると。実際にその才能を育てた土壌である日本の中でしっかりとそういった才能が夢をかけられる場所を作りたいっていうものがTHEFIRSTでした。すいません長くなっちゃいました長くなっちゃったんですけど、そうですね、直近のノーノーガールズもそうですし、さまざまな必要性を感じて行うことでして、ラストピースに関してはなぜ今これを行いたいのか、今回は
対象年齢も基本的に10代に限定してるんですが、日本において若い世代が夢を見づらい、状況になってしまっている、環境になってしまっているっていうのはものすごく大きな社会課題だと思っていまして、もともとねものすごい少子高齢化で、今もう平均年齢も50手前47、8とかで、中央値で言ってもそのくらいになってしまう。基本的にものすごく国自体が高齢化してると思うんですけど、そうなった時に自分が若い頃って、それこそさっきゲート・オン・ザ・ホライズンで堤幸彦監督の話しましたけど、池袋が若者の街であったりとか、渋谷が若者の街であったりとか、彼らの居場所っていうのはフィジカルにずっとあったんですね。彼らっていうか我々かの居場所っていうのは常にあったんですが、最近のやっぱりそれこそトレーニーであったり10代とかに今若者の街って言ったらどこって、原宿とか出てくるのかなと思ったんですけど、基本的にはそんなものはないですと。原宿は外国人の街なんじゃないですかねみたいな返答が返ってきて、基本的に居場所っていうのはSNS 上とかにみんななっちゃってるんじゃないかなみたいな話をしていたんですけど、帰属する場所がない、コミュニティがない、テレビつけてもね、ネットニュース見ても日本に関してやっぱり暗いニュースがどうしても多いですし、その結果なのか、これも鶏卵分かりませんけど、霊障系であったりとか、自虐的な風潮であったりとか、若者の幸福度っていうのが、とても低いと。これは日本の大きな社会課題だと思っていて、これはおそらくエンターテインメントが若い世代にしっかりと夢の見方を教えるっていうことができていないから起こっている状況なんじゃないかなというふうに捉えています。すごい自分もエンターテインメントに関わる端くれとしてものすごく責任を感じていますし、なんでしょう、別にね子供がなりたい職業ランキングの1位が歌手じゃないといけないなんてことは当然ないんだけども、とはいえ一番夢を見せるっていう言葉、僕はあんまり好きではないんですけど、夢の見方を教えられるのがエンターテインメントおよび、アーティスト歌手の職業であったり、その必要性、その尊さっていうのをすごい身をもって感じているし、自分も10代の頃に音楽であったりそれを作っているアーティストに救われてきた経験がとってもある。あれがあったからここまで来れているって言っても過言ではないというか、もうまさにその通り、エグザクトリーでこれなんですよ。なので、今一度若い世代、10代に夢の見方を教えるプログラムを、一緒に夢を見るプログラムを、世界で一番自由で大きな夢を見ようという言葉とともに、大声で胸を張ってきれい事を言い続けてやろうと、そういったプログラムを今回やっていきたいなと思っているのがこのザ・ラストピースでございます。ちなみにザ・ラストピースはですね、ザ・ファースト、ミッションから続くこのザ・ラストピース、この3つ目のプログラムは自分が起業以来、まず日本の芸能界を大きく健全な成長をさせるために必要だと思っていたプログラムの集大成でもあるので、BMSC5 周年にして社運をかけた企画となりますので、何卒皆様よろしくお願いいたします。ちなみにこれ10代っていう話をすごいしたんですけど、実はね、僕も昔10代だったんですよ、なんと。そして皆様もおそらくここに集まっている方々はかつて10代だった人たちだと思うんですよね。もういくつになっても青春はね始められるっていうのはもう他でもない自分がものすごく体験しているので、自分ね30運年生きてきて一番青春を感じたのが、それこそ当時30代半ばで、開催したザ・ファーストであったりもしたので、いくつになっても青春は始められるし続けられるし、いくつになってもゼロからもう一回人生をやり直すとはまたちょっと違うんですけど、もう一回やってみるっていうことはいくつになっても可能だと思うので、今回ザ・ラストピースに関してはこういったスローガンおよびテーマを掲げていきたいなと思っております。すべての10代とかつて10代だったすべての人へ、もう一回胸を張って大きな声できれい事を歌ってやろうと思っております。およびそれが今エンターテインメントが日本に対して、やるべき使命だというふうにも感じております。番組自体はですね2025年の6月末から行われます。TBS および BMSG オフィシャルチャンネルにて放送配信されていきますので、ぜひ皆様チェックください。
毎回ですねこうやって話していくとね1個目のトピックがね分厚くなっちゃって長くて重いのよ。もう大丈夫です。半分超えましたから。1個が終わったところで半分終えましたから。さあ巻いてまいりましょう。ドン。2つ目のテーマはこちら。ノーノーガールズおよび花。ノーノーガールズというのはですねまだ企画がこう終了してからというか我々的にはまだ終了していないという気持ちもあるんですけど、ノーノーガールズというプログラムが最終回を放送してからはまだ日が浅いので、ひょっとしたらこう見てくださったという方もこの中にはいくらかいらっしゃるんじゃないかなというふうには期待しているんですが、ノーノーガールズそもそもやろうと思ったのは BE:FIRST、THEFIRST および BE:FIRST の成功をもって BMSG 的にはこういうこともやりたいああいうこともやりたいっていうのもあったんですが、同時にその性別が女性っていうだけで非常に BMSG 的な感覚や感性を持っていたとしても自分はタッチできませんっていうのは果たして正しいんだろうかと。この令和の時代にBMSG は男性アーティストしか扱わないんですよっていうのは非常に前時代的というか、時代に逆行したものになってしまうんじゃないかというのはすごい、懸念していて、ただ自分はその女性を経験したことがないので女性グループをやったことがないんですね。なので女性グループのプロデュースをするっていうことに関してはできないなというふうにすごい感じておりまして、本当に起業前からいつかちゃんみなプロデュースのグループとかを一緒にやりたいねなんて話をしていたんですが、この度今がその時なんじゃないかということで、ちゃんみなをプロデューサーとして招聘しましてノーノーガールズという、プログラムを刊行いたし、なんとファイナルはですね2万人収容の K アリーナが即完、そして YouTube ライブでも同時に生放送したんですが56万人を超える同時接続数を記録と。なかなか長時間のプログラムだったんですが、この同時接続数は本当に結構記録的だなというふうに思っております。社会現象と言っても過言ではないんじゃないかなと思います。そこから生まれた花は、ドロップというプレデビューシングル1曲で Spotify の月間リスナーも100万人を突破と、ここ最近の日本の新人だとありえないレベルの活躍をしてくださっていると思いますし、実際に、デビュー直前イベントなどでライブパフォーマンスをねファンの方の前でやる機会も生まれてきたんですが、もう確実にこれは時代を塗り替えるぞと、確実に歴史を新しくする存在が現れたぞと、そういったものの時代の象徴になるべくして生まれたのが彼女らかなと思います。彼女たちのデビューシングル「ローズ」もものすごい勢いで拡散中ですので、皆様ぜひチェックください。THEFIRST からずっと続いて我々がやっていきたいことっていうものは一過性のトレンドバズってるからやろう、今オーディションって流行ってるよねということでは全くなく、やるべきは人間的な成長を加速させる場所を作ろうおよびそういう環境を作ろうということが大事なのであって、なので我々はそのオーディションっていう呼び方もして全然いいと思ってるんですが、ですしやってるのはオーディションですからね。ただ一番大事にしていることはこれが育成プログラムになっているということですね。およびその過程をしっかりと見せていくことによって人間的な成長もそうですしアーティストとしての成長のステップをしっかりと開示していきたい。日本の音楽業界とか芸能界自体を底上げできないとやっている意味が薄くなっちゃうかなというふうに思います。この後も多分お話しするんですが、我々がやりたいことは音楽業界とか芸能界の寡占状態独占状態を作るっていうことではなくて底上げなんですね。シーン全体の底上げをしないと本当の意味でみんなが幸せな時代世界っていうのは作れないというふうに思っているので、しっかり頑張りたいなと思っております。さて、本当にね花のみんな僕ももう大ファンに、なってしまっていてみんなのこと本当に大好きなんですが、一方でですね初めて女性アーティストが BMSG に入ったっていうのもまた現在の状況ですよね。こうなった時にそれこそ昨年の動画で、サウナ作りましたよとかアーティストスペースがこうでとかスタジオがこうでっていうのをやった時にやはりある程度の居住環境っていうのはセパレートした方がいいかなと思い、ストレスのない健全な成長を促すアーティストスペースっていうのも建設中およびもう出来上がりましたんで稼働開始が4月なのですごい素敵な場所ですよ。とんでもなく素敵な場所です。非常にセンスの良い空間になっております。アーティストのみんな楽しみにしていてくださいそして3つ目ドドン、ブルームースレコーズですね。音楽の成長を拡張させていきたいと思っております。
もともとですね音楽業界であったり音楽ビジネスっていうのは全てアーティストが楽曲を作って世に送り出すっていうところから始まっているのがもうそれはもう皆さん誰がどう考えてもそうだよっていうところだと思うんですが、日本はやっぱりその80年代から90年代に CD バブルであったりとか、オールドファッションの体質および環境っていうのが出来上がってしまって、そうですね、投資が生まれないおよび回収までのフェーズが非常に短い。やっぱりいまだにアーティスト契約したらではそのアーティストって何で売り上げを立てるんですかではなくて CD で換算すると何枚になりますかねっていうところから逆算して予算を立てましょうっていうふうになってしまうんですよね。例えば接触であったりさまざまな施策で、枚数を稼いでいこうっていうアイドルさんであったら、そことの向き合いっていう考えが始まるかもしれないんですけど、基本的にそういうことを行わないというかそもそも必要とされていないソロアーティストみたいな存在とかに関しては非常に数字の成長っていうのはしづらくなってしまっているのが今の日本の音楽業界であったりします。であれば今の BMSG であったら、インハウスでそういったものを全て作っていくっていうことはできないかなと思ってこのブルームースレコーズというのを昨年、始動させました。こちら徐々にですね組織づくりみたいなところは整っておりまして、アイルザ・ショーターがねガーデンシアターでアリーナ規模での公演に成功したりとか、エディ・ボーイは高校生の段階で、ゼップ新宿どちらもソールドアウトの公演を2つ、敢行することができましたし、そうですね楽曲単位でバイラルヒットみたいなものをいくつか飛ばしたり、音楽業界の中で非常に、得意な存在感を2人とも発揮してくれていることを心強く思っておりますが、そういった時に一番大事にすべきことは何かっていうと、クリエイティブをしっかりと作っていこう、しっかりと作るべきクリエイティブに投資していこう。アイルザ・ショータの紙ジャケで作られた EP4 部作からのアルバムであったり、BMSG ポッセとしての作品もそうですが、とにかくいいものを作ろう。それは内容だけじゃなくてパッケージも含めて、いいものを作ってみんなに届けていこうということを考えております。今までの音楽業界の当たり前であったり矛盾であったりを変えて、常にオルタナティブな存在として純粋にクリエイティブを追求成長させて新しい境地を探求していくレベルということで新しいスローガンも生まれました。Stay Alternative。オルタナティブに行きましょう。そして、我々はですねこの組織だったところも含めてちょっとさらに音楽業界を成長させていきたい、さらに BMSG が持つ可能性を拡張させて音楽業界に還元していきたいと思い、現代的な契約っていうのを考えてフレックスディールっていうものを始めたんですね。オーダーメイド型の柔軟な契約の形です。プロデューシング、広告タイアップ獲得、グッズ制作、ファンクラブ運営などのマネジメント機能から楽曲制作、宣伝活動、著作権管理などのレーベル機能まで必要な部分を柔軟に組み合わせてアーティストと契約を交わす新時代の契約方法を確立、これを始めまして、すでに複数のアーティストと契約をいたしました。まず1アーティスト目がこちら、バンボックスですね。DJ トラックメーカーとしても有名な彼ですが、そもそも音楽を作って世に送り出すという素晴らしいアーティストです。バンボックスが再び世の中に素晴らしい音楽を継続的に投下していくと日本の音楽業界自体のレベルは上がるっていうのはそれシンプルな話ですよね。なぜなら面白いものを作れる人だから。バンボックスの活躍をますます期待しております。そしてもう1アーティスト BMSG およびブルームスレコーズが契約したアーティストがこちら、サル。ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。ラッパーとしてさまざまな功績を打ち立ててきました。自分ともですね、サルスカイハイ2人の共同名義としてアルバムを2枚ほどリリースさせていただいたことがあるんですが、サルみたいな今までたくさんの功績を打ち立ててきて、そして昨年ほどからまたリリースを継続してするサルがシーンにカムバックしてきたというのですごい一ファンとしてねワクワクしながら音源を聞いたんですが、何せかっこよい。やっていることとしては今まさにキャリアハイを更新しようとしているのがサルというアーティストだなというのにすごい強い感動と感銘を受けまして、今一度サルというアーティストの音楽業界でのプレゼンスを持ち上げるそのお手伝いをすべきであると思いますし、できるとも思っておりますし、
何よりも、頑張りたいと思っております。一ファンとしてね、彼の可能性にかけることに関して1ミリのてらいもございません。みんなで頑張っていきたいなと思っております。そして、アーティストだけでなくスタッフィングの方にも大きなニュースが一つございます。この度、ゼネラルプロデューサーを迎えましたドン・サニーですね。音楽プロデューサーとしてもそれこそ BTS の作品で世界一を取ったりしたこともあるのがサニーだけでなくね、本当にグローバルのさまざまなアーティストとの制作であったり、その際のディールであったりということで世界の音楽シーンを一番知っている男のうちの一人がサニーだと思うんですが、今までも音楽プロデューサーおよびイニミという制作チームのヘッドとしてビジネス上の関わりもたくさん持ってきましたし、何より同い年の友人なので非常に関係は深い人間なんですが、この度ブルームスレコーズをさらに成長させていくための重要なピースとしてサニーに改めてオファーおよび交渉を行いまして、ゼネラルプロデューサーに就任いただいたと。結局何がしたいのかというとですね、オルタナティブな視点で可能性を見つけて、その可能性を大きく柔軟に育てていくレーベルとしてブルームス今後も頑張っていきたいなと思っております。何卒よろしくお願いします。さあガンガンいきますよ。4つ目、ダダダダンドゥルンベベンベン。どうですか、ほぐれてきましたよ。 BMSG のファンとの関係性に関して、ファンクラブとオンラインサロン、この2つの軸でファンとの関係性を成長させて、その新しいやり方っていうのを提示していく。どういうことかっていうのをお話しましょう。まずはこのファンクラブおよびそのファンコミュニティプラットフォーム BeWithYou です。今まではやはり新興の会社、まだギリスタートアップって言われる範疇、こういったベンチャー企業とか言われますけど、若い会社っていうのは基本的にもう外注にね既存のプラットフォームが様々ありますので、そういったものを活用していって、そういったサービスの中でできることをっていうのをやっていくのが一般的かなと思うんですが、この度フルスクラッチ開発を行いまして、オールインワンファンプラットフォームという形に BeWithYou をローンチしました。これは言ってみればファンクラブがアプリになっただけなのって思われるかもしれないんですけど、こちらにですね、おおよそファンの方々が必要と思うアーティストからファンへのなんていうんですか、アーティストからファンへのコミュニケーション、およびファンの方々からアーティストの皆さんへのコミュニケーションっていうものも全てこの一つのアプリで完結できる状態にしていきたいなと思っております。これはファンとアーティストをもっと近くに身近にっていうこともありますし、本当ここさえ見てれば全てのね必要なものに到達できるっていうことを作りたいなと思っております。およそ全人口発信者化、SNS の浸透も含めて、結局さまざまな人が、もう名前も顔もわからないさまざまな人が知らないところで自分の話をしているっていうのが我々のアーティストやアイドルの職業の一般になってしまったんですね。そのくらい我慢しなよって思われるかもしれませんが、人間のメンタルヘルスにとってこんなに不健康なことはないです。もちろん匿名でねひどいことを言うアンチだ、誹謗中傷、これはもう論外ですけど、それだけでなくて善意のつもりで応援のつもりで言ってることすらすごく傷ついてしまうことっていうのも少なくないですし、人間不信なマインドがどうしても介在してしまうおよびしてしまいやすい、そういう環境にあるのがこの SNS 全盛の時代のアーティストやアイドルの活動だと思っております。そういったところでいかに善意のコミュニケーションや応援であっても前向きに受け取れない、そんなにやっぱり人間のメンタルヘルス簡単にはできていないっていうところがあったりするので、ここのコミュニティはあなたたちを応援している人が作っているコミュニティですよっていう、本当の意味でのホームをアーティストに対して作りたいっていう思いからこういった開発が進んでいきました。そしてもう一つドン、会社としてもホームであるコミュニティをしっかりと作っていきたいなと思って B タウンというものを起業直後からずっと作ってまいりました。こちらもフルスクラッチ開発、全部インハウスで行って運営していけるようになりましたので、これだけでも結構な自分にとっては結構なニュースなんですが、BMSG って何なんだ、一体何を考えているんだ、どういうことをやっているんだっていうのを共有する場というだけでなく、学びと競争が生まれる場っていうところにどんどんと成長させていきたいなと思っております。いろんなことをやるんですけども、
今こうやって皆様の前でしっかりとしたスーツで話しているようなことを深夜にお酒を飲みながら話すみたいなことをしたりもしますし、もうちょっと真面目な手記をねしっかりと書かせていただいたりする時もありますし、例えば、重大な経営上の意思決定、今ここで、なぜ女性グループのオーディションを行う必要があるのかであったりとか、なぜ今 CD ビジネスが日本の音楽業界の首を絞めている状態ができてしまっているのかみたいなことをしっかりとお話ししていきたいなと思っております。何のためにかって言ったら、まず一つ、この熱量あるファンとともに循環型の関係性を育てることでエンターテインメントをより透明性の高いものへっていうことなんですけど、さらに噛み砕いていくとエンターテインメントっていうのはその究極の 2C なんですよね。もう究極の 2B でもあるんだけど究極の 2C でもあって、今日さっきもなんかその話した気がするんですけど、年派もいかない、なんならまだ言葉を発せない段階の方から本当に後期高齢者で、それこそ同じように言葉を簡単には発せないっていうような状況になった方までリーチできる可能性がある。エンターテインメントは社会との接点がものすごく広く持ちやすい、およびそれを生み出しているアーティストっていうのはものすごく社会との接点が多いっていう自覚はやっぱり持つべきだと思うんですけど、ここの一緒に関わっている最初の部分の方々と一緒にエンターテインメントってそもそも社会を良くするためのものだったよねっていうところに立ち返りたい。戦争が止まったとかいうのとかあったよねとか、ギャングの抗争が止まったとかいうのもあったよねとか、その過程でさまざまな痛ましい事件とかもあったりしながら、少しでももう貧困法制であろうとかいうことではないんですけど、さっきの育成のところでもねそういう話すればよかったなとか今思いますけど、貧困法制であろうとか聖人君子であろうとかということではないんですけど、社会っていうのはどうやったって完璧じゃないので、今日より明日少しでもいいものにしていこう、いいものにしようぜみんなでってみんなに呼びかけるときに、おそらくどんなに高名な政治家の方がみんなでいいものにしようっていうよりも、ともすれば力を持つのがアーティスト一人の力であったりエンターテインメントっていう大きな意志の力であったりするので、みんなで社会をより良くしていきたいよなというふうに思いますし、エンターテインメントがそういうものであるっていうみんなの考え方を一個一個育てて、みんなでより良い日本、より良い日本の芸能界、より良いエンターテインメントをみんなで作っていきたいなというのが B タウンでございます。ドドン。さあたくさんお話ししてしまいましたね。最後になりますよ。こちらがですね、Less Waste More Music。これも、昨年からスタートさせた取り組みなんですが、5周年に向けて新たな取り組みがあるので、そこら辺も発表させてください。まず一つ、レス・ウェイスト・モア・ミュージックの、看板というか一番力を入れて取り組んだのが、この音楽業界を持続不可能にしないための提言。簡単に言うと、さまざまなね小売店の皆様にお世話になっているのはもう大前提とした上で、その店舗様別に特典をつけて、ファンの方にみんなにそれを買ってもらおうであったりとか、7人組なんだけどトレカが1枚しか入ってないから、なんか7枚買ったけど全部同じ人だった畜生みたいなこととかを生み出すのをやめませんか。簡単に言うと未開封の CD が捨てられるみたいなことがあってはいけないよねみたいなことを強く思っておりました。そういうニュースやっぱり1年に1回は出ちゃうもんね。あれ本当に良くないと思うんですよ。なのでそういった提言を実際に体現に移しました。こちらですね、BE:FIRST のシングルの時に、今までプラスチックのケースだったものを紙ジャケットに全て刷新し、および店舗別特典っていうものを廃止、それからトレカのランダムっていうものも廃止しようというものを行いました。結果ですね、 CD が今まで生み出してきたプラスチックを1枚の作品だけで10トン削減することができたと。10トンってどんくらいだと思います？ティラノサウルス1頭分ですって。結局どんくらいなんでしょうねとにかくここら辺もね提言、もしよろしかったら動画見ていただけたら興味のある方と思うんですが、およびそれだけでなく、結局その CD って著作権者であったり著作権者であったり、それを制作しているさまざまな会社であったりっていうところに分配されていって、最後に残ったものがアーティストに行くので、決して
物の値段からするとアーティストへの還元率っていうのはパーセントでいうととんでもなく低いのが実情でございます。そこからこう付属されているグッズみたいなものを店舗別特典って言ってつけてるんじゃなくて、それをそのまま販売すればいいじゃないかっていうのをやったらですね、CD 自体の売り上げが 40% 減に対して、その作品マスタープランという作品での売り上げは2倍に達しましたと。この成功体験をねよりこう強くしていきたいなというふうには思っております。そこで生まれた売上およびそこの利益率っていうのも当然その CD よりもはるかに高いものになっているので、アーティストへの還元もふんだんにできました。アーティストも幸せだし、さらに会社としてもそこで生まれた利益をさらに投資に回すことができる。なので今年 BE:FIRST はワールドツアーにね、大規模なワールドツアーに回ることができました。そこへの投資も行うことができたと、非常に良い循環に今回っていると思います。今話したようなことっていうのはどのアーティストでも本来できることなんですが、それができないのはなぜかっていうと、オールドファッションな旧態依然とした体型であったりとかが今までの常識とか当たり前が邪魔していることがあるんですよね。そういったものをなくしていきたいなという、つまりプラスチックをなくしていきたいね、ゴミをなくしていきたいねっていうことは枝葉の部分であって、根幹の部分ではエンターテインメントが生んでいるロスをなくしたい、エンターテインされるにあたってのロスをなくしていきたい、っていうふうに感じております。冒頭でも話した通り、日本の音楽業界とか芸能界っていうのは今健全な成長ができていない状態なんですよね。あなたがそう思うならあなたが勝手にやってればいいじゃないって思う方の気持ちもね非常にわかるんですが、これ日本の音楽業態全体で、考え方をブラッシュアップして更新していかないと、世界の音楽業界はインターネットに適応してそれこそストリーミングがもう全ての救世主で、もう何も言うことがなくてあれに任せておけば大丈夫だっていうことは全くないですし、そういうわけではないですし、自分はね CD コレクターであったりアナログのバイナルのコレクターであったりするので物を集めるのも非常に好きなんですが、とはいえインターネットが全世界をこう網羅している現代でストリーミングサービスっていうものがグローバルの競争には非常に大事なピースになっているのは間違いなく、世界の音楽業界はどんどんと今成長してるんですね。加速度的に成長していて、それこそ数年前では考えられなかったアジアのねインドのスターが最も聴かれたヒップホップソングを作ったりだとか、フィリピンのスターがアメリカで公演を行うなんていうことも普通になりましたよね。最も聴かれている音楽がアメリカじゃなくてヒスパニックから、中南米から生まれたよ、スペインから生まれたよなんていうことも当たり前になってきました。この競争でアジアの皆様がこう作っている活躍っていうのは本当に大きいんですが、 K-POP のみならずね、アジアからさまざまなスターが生まれている中で日本がその競争にいまいち参加できていない、そのインターネットで行われているグローバルなところの音楽競争に参加できていないと、このまま普通に考えたら分かることかもしれないんですけど、インターネットおよびストリーミングっていうのはこれからも成長していくでしょう。一方で CD プレイヤーを持っている人がこれから世界的に爆増するっていうことはもう考えられないので、このままいくと日本の音楽業界の成長っていうのが自利品になっている間に世界の音楽業界はどんどんと成長していくので、その差が広がっていくと。これの何がまずいかって、もう自分なんて例えばですけど著作権者なんで、今もう CD 爆売りして逃げ切ったらそれが一番自分は得するんですよね。それであと10年くらい持つやろって言って50歳くらいまでそのやり方やって稼いだお金で、50くらいでファイヤーなんてなったらそれでもう本当安穏と隠居できるんですけど、そうなった時にそれこそラストピースの子たちは28とかでこれから本格的に音楽活動でもっと頑張っていきたいねってなる頃だと思うんですよね。さらにもう10年経ったら20年後にやっと今の自分と彼らは同い年くらいになるんですよね。こうなった時にちょっと食うや食わぬやみたいな形でしか音楽活動っていうのは日本ではできませんと。その海外の方からも消費はされるけど日本からの輸出っていう形での音楽コンテンツは生まれませんっていう世の中を最悪のケース作ってしまいかねないのが今の音楽業界の状況なので、あんたんとこだけ勝手にやってればいいじゃないかっていうわけにやっぱりいかない。しっかりと発信していかなきゃいけないですし、これ今までのねやり方で生活してきた人とか今までの応援の仕方としてこれが正しいと思ってやってきた方からしたらあまり聞きたくない言葉になっちゃうかもしれないし、すごいそれはなんか申し訳ないなという気持ちも当然あるんですが、ただちょっとやっぱりしっかりと正しく夢を見れる世界に日本の音楽業界や芸能界がならないと
未来の俺が、未来のあなたが、未来の中学生が、未来の類体機カノンがものすごく苦しんでしまうことになる。音楽活動続けられなくなってしまう。そういったことを減らしていきたいなと思っております。というわけですいません、エンターテインメントロスをなくしたいなんていう話が膨らみすぎたんですが、ドドン。このレス・ウェスト・モア・ミュージックっていうのは当然別に僕はCD プラスチックなくそう過激派ではないので、さまざまな形でエンターテインメントロスっていうものはなくしていきたいなっていうのはずっと思ってたんです。こういった音楽業界での問題提起をブランドアクションとしてしっかり形にしていきたいなと思っております。今までやってきたことでいうと祝い花みたいなものが自分はあまり得意ではなくて、やはり何でしょう、関係値あるからこっちの方をより手前に置かなきゃ奥に置かなきゃとか、どこどこの会社さんが送るならうちもっと大きなの送らなきゃとか、そうやって集められたお花がその日のうちに捨てられてしまうみたいな、果たしてあの花たちは何のために生まれてきたんだろうみたいになってしまうのがものすごく嫌で、例えば講演をする際におめでとうございますっていうお気持ちをいただける場合は一口いくらという形でお金の方を集めさせていただいて、フラワーディスプレイという形でこのようにね、フラワーディスプレイという形で、ライブ会場のエントランスに飾らせていただくと。でこういった方々からいただきましたみたいなのを名前をバーッと並べてね、これ大きい時にはものすごい大きいものになりますからワクワクするんですが、そして、ここで作られたものはそのままブーケに花束になって、アーティストもそうですし、関係者の皆様に持ち帰っていただけると。これだけ所属アーティスト数が増えてくるとですね、自分の玄関のね花瓶がですね休まる暇なしという形で非常に豊かなお花との生活を自分も楽しませていただいてるんですが、そうですね、フラワーディスプレイ基本的に全面的にお世話になっているボタニックさんにも改めて、感謝をお伝えしたいところです。いつもありがとうございます。そして、商品在庫というものがございまして、グッズっていうのはものなのでやっぱり在庫を抱えていくとどっかで廃棄しなきゃいけなくなっちゃうんですね。これもコストもかかりますし環境にも非常によろしくないよねということで、なんとか在庫を減らしていく努力はできないだろうか。在庫を減らせば減らすほどファンの方に届かなくなっちゃうんで、それも良くないよね。ファンの方にはまんべんなく届くけど在庫はないっていう状況は難しいので、どうしても在庫が生まれてしまうと。この在庫なんか新しいことできませんかねということでブランドを作りました。グッディグッディというね、ちょっと自分はよいしょ、グッディグッディというですねブランドを作りました。こちらそのままだったら廃棄されていたであろう例えば布生地とかをもう一回こういう感じでね作り直すとかいうことをねやったりしているんですよね。非常に可愛いです。非常に可愛いですなんかこういったものが生まれちゃうよね、それこそロスになるものが生まれちゃうよね、これを改善したいよねっていうものをやっぱ楽しんでやっていきたいなっていうのが実態でございます。音楽業界芸能界には成長を阻害するさまざまな問題がっていう話を今日やっぱり、もう10回くらい話してしまったんですが、そういった問題とか課題に対して、なんか眉間にしわ寄せてね、取り組んでいくというよりは楽しんで一個一個解決していきたいなと思っております。これものすごく可愛いんでですね、しかもなんとですねこの花枯れないんですよ。はい、皆さんもぜひお部屋にお飾りくださいみたいなやついくつかねいろいろ作ってるんですけど、めちゃくちゃ自分は一押しもこれなんですけど、花だけ作るブランドじゃないですからね。ノーノーガールズとか花に引っ張られて花しか作らなくなってるわけではないですから、これが一番自分のお気に入りなだけであってさまざまな商品を生み出しますので、グッディグッディぜひお楽しみに。以上Less Based More Musicでした。というわけで、今日はですね BMSG の5周年、そしてこれからを彩る5つのキーテーマをお話しさせていただきました。グロースと書きますね、ラストピース育成プログラムの集大成のお話、そして、2つ目にノーノーガールズから花、新たに目を向けてるべきだと、救うべきだという才能の話、そして3つ目がブルームスレコーズのお話ですね。こちら音楽業界の本来あるべき健全な成長のために、もう一度原点立ち返ろうというのがブルームスレコーズ。そして4つ目が、ファンと共に成長する場作りのためのファンコミュニティプラットフォーム BeWithYou や BeTown、こういったところのインハウスでのローンチの話をさせていただきました。そして5つ目、今お話しさせていただいたのが Less Based More Music、 音楽業界の未来を成長させていきましょう
みんなで明るく楽しい夢を見ていきましょう。このグロースをキーテーマに BMSG はこの5周年、そしてその先の未来までもうとにかくみんなで明るく仲良く楽しく元気よく、素敵な夢を見ていくために頑張っていきたいなと思っていますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。すべてはこちら、才能を殺さないために。そして、BMSG に集ってくださったすべての才能がダンと一堂に会すイベントがございます。こちら。絶対素晴らしい音楽を作る、絶対素晴らしいカルチャーを作る、絶対素晴らしい会社を作る、絶対幸せにする。だからついてきてください。ということで、BMSG フェス25もしくはまたどこかでお会いいたしましょう。 BMSG 代表取締役 CEO スカイハイこと日高光弘でした。ありがとうございました。